始めに県内のコースレコードを全部俺たちで塗り替える。いずれは埼玉、神奈川、東京、千葉を総なめにして関東全域に最速のレコードを残す伝説の走り屋になってから引退する。それが赤城レッドサンズの関東最速プロジェクトだ。やっと来たか。うちのチームじゃない MR2 か180か。上等じゃねえか。コーナー2個も抜けりゃバックミラーから消してやるぜ。86だとふざけるな。旧式の86ごときをこの FD がちぎれないだと。悪い夢でも見てんのか。クソ誰が。俺は赤城レッドサンズのナンバー2だぞ。こいつ先を知らないのか。この緩い右の後きつい左だ。減速しないと谷底へ真っ逆さまだぞ。言わんこっちゃねえ。スピードが乗りすぎてるぜ。立て直して減速するスペースはもうねえ。ドリフト。ドリドリファン並びに86オーナーのみんなお待たせしました。ついに始まったぜ。イニシャル D 106ノンターボの86で350馬力ハイポテンシャル FD を追い回す匠のスーパードリフトテクニックはどうだったかな。最高に決まってたよね。分かる人には分かるこだわりいっぱいのイニシャル D。 次回も熱い走りを見てくれよな。Don't miss it。 くそ、いくら考えても分からねえぜ。かわせない。頼む、イン側に逃げてくれ。はい、今日のゲストは藤原豆腐店の頑固親父こと藤原文太さんです。文太さん、やっぱり持論はドラテクは教えられて身につくもんじゃねえ、自分で見つけるもんさですか。渋くてかっこよかったです。惚れちゃいました。まあな。じゃあ次回の見どころをこっそり教えてくれませんか。それさ見てのお楽しみだな。はというわけで次回イニシャル D お楽しみに。どっか出かけんのか。海へ行くんだ。海。うらやましい。俺だって海に行きたいよ。まさか女の子と行くのか。女の子と。まあな。誰なんだよ。俺の知ってる女が可愛いか、おっぱいでかいか。かなり可愛い。ボギ夏希か。うん。抜け駆けとはひどいじゃないか。ごめん、成り行きでお前に声かけるわけにはいかなかったんだよ。また今度な。本気で泣くな。さあ今回のゲストはアグレッシブな走りで魅了するレッドサンズの高橋です。よこせ。さっさと出てきやがれ、秋名の幽霊。まさかおじけづいて逃げたんじゃねえだろうな。今度は勝てますか。うるせえ、当たり前だろうが。何が何でもリベンジぶちかましてやるぜ。次回イニシャル D ついに交流戦突入。どっちが勝つのか。86対 FD のハイテンションバトル。 Don't miss it。差が積もってる。奴の車が近づいている。気のせいだ。
そんなバカなことあるわけね追いつかれた。何が起こってんだ。気が変になりそうだぜ。直線では俺の方が速いんだ。それなのに食いつかれるってのはコーナーワークで負けてるってことか。パワーの劣る車に追い込まれるなんて走り屋として最大の屈辱だ。そんなことは死んでも認めたくねえぜ。ついに交流戦が始まったね、匠くん。今回のバトルのために何か練習はした？いや別にいつも豆腐を運ぶのと同じ要領ですから。普段の仕事での走りがものを言ってるわけだ。そんなところです。ところで FD を抜く秘策は何か持ってる？まあ秘策っていうか。ああ、86ガソリン満タン付き夏希ちゃんとのデートが勝ってれば勝つっきゃないってわけだ。次回イニシャル D 5連続ヘアピンで何かが起こる。 Don't miss it。 FD がアウトになった。86はヘアピンなのに減速しねえ。何考えてやがる。86がとんでもねえオーバースピードでヘアピンに突っ込んでく。ブレーキがいかれたのか？なんだ今のは。ケイスケが抜かれちまった。はっけなくいいからスパーッと。匠くん、好きな女の子いるのって聞いたの。別にいねえけど、そんなの。ちょっと気になってる子ならいるけどな。ほー。そっちこそどうなんだよ。夏希もちょっと気になってる子ならいるよ。なんだよそれ、真似すんな。匠の裏切り者。いきなりやれてるね、一木くん。あいつね、マブダチの俺を差し置いて負けと海行ったんすよ。ああ、夏希ちゃんの水着見たかったんだ。当たり前でしょうが。匠です。きっと二人きりであんなことやこんなことや例なことまでしたに違いないんだ。次回イニシャル D 新たなバトルの予感が。Don't miss it。失神してら。匠いくつ目のコーナーだ。3つ。私は見た。断末魔の絶叫が秋田さんにこだまする恐怖のダウンヒル。池谷先輩コーナー3つで失神事件。聞きましたよ。店長は以前アキナじゃ相当名の知れた走り屋だったそうですね。まあな、よく文太とつるんで走りに行ったもんだ。そのアキナで今度は匠くんがナイトキッズの中里くんとバトルするんですよね。ああ、でも走るの嫌がってんだよな、匠のやつ。それじゃあバトルが見られないじゃないですか。まあ待ちなって、俺にちょいといい考えがあるから任せときなって。次回イニシャル D 走り屋のプライド。 Don't miss it。関係なくはねえ。お前は俺に勝ったんだからな。お前を任すのはこのレッドサンズの高橋兄弟しかいねえってことさ。それまで絶対に負けんじゃねえぞ。たとえ3人相手だろうとな。俺はやらないって言ってんだろ。第一やる理由がない。理由？なんだそりゃ。走り屋がバトルすんのに理由なんかあんのかよ。俺別に走り屋じゃないし。
ふざけんなよ。そりゃ嫌味で言ってんのか。あれだけのテクニックを身につけるためによほどの走り込みをしてるはずだ。走り屋じゃねえやつがなんで走り込みなんかやるんだよ。好きで走り込んでるわけじゃない。家の手伝いで仕方なしにやってるだけだ。嘘つくんじゃねえ。いやいや走っててあんなすごい技が身につくわけねえだろ。そうじゃない。分かってないよ。分かってねえのはお前の方だろ。走ることが嫌いなやつがドリフトなんかマスターするか。好きなやつじゃなきゃ絶対身につかない技だぜ、あんなの。お前は自分でも気づいてねえかもしれねえけど、本心は車の運転が好きに決まってんだ。いいか、車を走らせることが好きならそれで十分走り屋なんだよ。走り屋なら自分が走り込んで身につけた技術にプライド持てよな。挑戦されたら受けるのが走り屋のプライドってもんだ。わざわざ会いに来てがっかりしたぜ。五木くんが調子に乗って受けた今回のバトル、32と86、どっちが勝つと思いますか、ケンジさん。もちろん86って言いたいけど、国産最速の GTR 相手じゃいくら匠でも無理だよな。第一、匠くんがバトルに来るかどうかも。あ、来ないとなるとまたケンジさんが。いやシャレになんねえよ。次回イニシャル D タイムアップ寸前。匠お願いだ、早く来てくれ。Don't miss it。いい機会だからこんだけ集まったギャラリーにも思い知らせてやりたいことがあるぜ。ドリフト走行はグリップ走行には絶対勝てないってことをな。出たぞ。それはたけしさんの口癖みたいなもんですからね。当然だろ。ドリフトなんてギャラリーを沸かすだけのパフォーマンスだ。あんなの速く走る技とは違うぜ。そこまで言い切れるところがたけしさんらしいですよ。俺も13に乗ってる頃一通りドリフトもやっていたから言えることなんだ。ドリフトを卒業した走り屋がグリップで走るのが一番速いのさ。たけしさんが3-2に負けた時は衝撃的だったもんな。おっと、このことは言っちゃいけないんだった。あの時から俺は変わったんだよ。俺を任した怪物3-2に乗り換えて技術も数段アップした。走りをとことん追求できなくて何が走り屋だよ。どいつもこいつもドリフトってもてはやすのは我慢できないぜ。早く出てこい86。 FR でドリフト決める時代は終わったんだ。この俺がそのことを証明してやる。中里君、86とのバトル賞賛は。んなこと決まってんだろうが。3-2の勝ちってわけだね。でも高橋亮介、やつは弟が負けてビビってるのさ。群馬最速はこの中里武だってことを分からせてやる。プシャー。グリップで走る方がとことん速いってこともも言われぬ余韻ってのも見せてやら。そのピシッってのは。アクションだよ、アクション。次回イニシャル D 限界バトル、ビシッ。Don't miss it。ヘアピンみたいな低速コーナーの立ち上がりは3-2についていけない。86が突っ込みで食いついてまた差が開く。中里もいい根性してるぜ。あのヘビーな3-2で猛然とダウンヒルを攻めてるんだからな。何？コーナーでは86が差を詰めている。100キロを超えるスピードで四輪ドリフトしながらガードレールをかすめるなんて。こればっかりは車の性能がどうのこうのって問題じゃねえ。あの野郎、頭のネジが 2,3 個吹っ飛んでやがる。一つミスしたら絶対死ぬ。あいつの速さの秘密が分かってきたぜ。パワーのない86じゃ一度失速したらスピードを回復するのに時間がかかる。だから無駄な減速は一切しない。あいつとバトルした時いくら逃げても背後霊のようにケツに張り付かれてしまう理由がようやく分かったぜ。亮介さん、圧倒的に3-2が有利というのが大方の予想でしたが、 R32 はノーマルで全長 4640mm、 全幅 1720mm、 車重1400。つまりつまり R32 はノーマルで全長 4640mm、
全幅1720要するに下りなら匠くんが要するに R32 はノーマルで全長4640ミリ全幅次回イニシャル D 爆裂5連ヘアピン Don't mess it